はいどうも、ステップスポーツ東京の321です。よろしくお願いします。さて、まだまだ暑い日が続きますね。いつ涼しくなるのかなとずっと期待して待ってるんですけど、なかなか涼しくならないですね。とはいえですね、いよいよマラソンシーズン突入ということで、皆さんレースの準備はお済みでしょうか？お店に来てくださるお客様はこの大会出るよとか、この大会を目標にして頑張ろうという報告をくださる方も多くいらっしゃいます。暑いのでね、なかなか長い距離も走れませんけど、そろそろレースシューズも決めたり、練習用のシューズも決めたりしてレースの準備を進めたいところです。そこで今回ですね、プーマをまとめて紹介していきたいと思います。結構ですね、最近履いている方も増えてきまして、ステップでも取り扱っているシューズが、多くなりました。どのシューズがどういう使い方をすればいいのかわからないとか、このシューズはどういう特徴なのかわからないというお声が多くありましたので、今回ですね、まとめて紹介することでシューズの立ち位置を整理しながら、使い分けを方法を教えていきます。他のメーカーの、同系統のシューズも比較しながら話をしていきますので、分かりやすくなっていると思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速いってみよう。はい、こちらまずフォーエバーランから紹介していきます。簡単にスペックから紹介していきます。重量は 276g、厚みが 36mm、26mm の 10mm ドロップとなっております。どんなシューズか一言で紹介しますと、サポート系のクッションシューズというところですね。同カテゴリーの別のメーカーのシューズでいうと、この辺ですね、ナイキのリアクトインフィニティとアシックスのゲルカイン、この辺りがフォーエバーランと似たシューズになります。機能的な説明をしますと、まず2層のクッションですね、上が硬め、下が柔らかめの2層構造になっており、サポートシューズとは言っているんですけども、硬い素材は入っておりません。なのでよくある内側の異物感もなくて、ドロップが 10mm で反り上がりもそんなに強くないので、本当にナチュラルな履き心地かなというのが印象です。走っていく中で体重移動していって、つま先の本当に最後の最後ですかね、ちょっと蹴り出しの一番最後だけクンと押し出してくるような感じがします。なので全体的に転がっていくとか、すごいボヨンボヨンと弾むっていう、すごい強い特徴はないんですけども、本当にすごいナチュラルで気持ちいい履き心地かなと思います。で、その硬い素材使ってないっていうとちょっと安定感少ないのかなと思いがちなんですが、結構安定感ありますね。かかとのホールドもかなりしっかりしてますし、接地面が広いっていうのもあると思います。安定感すごい良くて、片足立ちした時のバランスの取りやすさっていうのは、他のシューズと比べても結構ある方です。しかもですね、重量も先ほど紹介したカエノとかリアクトよりもだいたい20g から 30g ぐらいですね、軽いので結構早めの、4分半ぐらいのペースまでだったら割と楽に出せる印象です。おすすめのターゲットとしては、フルマラソン初挑戦の方とか、LSD とか長めのジグで、ただちょっと一つ難点を挙げるとしたら、この終端がですね薄いんですよね。結構カヤノとかリアクトとかってこんな感じで結構厚みがあって、足の甲のあたりの柔らかさ、長時間履いててもストレスがないというところで気持ちいいんですけども、ちょっとねやっぱり薄いのが少し気になるかなというような印象ですね。サポートも安定感はあるとは言いましたけども、カヤノとかリアクトに比べるとちょっとやっぱり弱くは感じますので、どちらかというと体重が軽い方とか、ある程度走っていてフルマラソン初挑戦の方っていうような方におすすめのシューズとなっております。続いてリベレートニトロ2を紹介していきます。まずは基本的なスペックを紹介していきます。重量 195g、 かかとが 28mm、 つま先 20mm の 8mm ドロップとなっております。こちらのシューズですね、一言で表しますと、フラットなトレーニングシューズです。別のメーカーの同じ系統のシューズでいうと、アディダスのアディゼロジャパン8やナイキのライバルフライ3が同じようなシューズかなと思います。少し接地感もありつつ、速いテンポで足を回しやすいようなシューズですね。ただ、それらのシューズと比べて、こちらのリベレートニトロ、かなり軽くなっております。重量 195g で、しかもクッションもそこまで先ほど申し上げた2足と遜色ない。どころか人によっては結構こちらの方が柔らかく感じるという方もいらっしゃいます。
早めのジョグとかインターバルトレーニングで足を鍛えつつ、フォームも見直しつつ、また厚底のちょっと潰して戻る感触も欲しいなという欲張りな方にもおすすめな一足となっております。また短距離の方にもすごくおすすめの一足となっております。中にプレートが全然入っていないので、地面からついて離れるまでの感覚がすごい得やすいですし、軽量でピッチも上げやすいので、ドリルでも流しでもすごく使いやすいかなと思います。一つだけ弱点を言うとすると、ちょっとアッパが緩いかなというふうに感じます。どうしても軽くする分、この辺り全体的に生地が薄くて、かかと周りはヒールカウンターほとんど入っておりませんので、紐をしっかり締めないとちょっと緩く感じると思います。特に短距離の方、出す力がすごく強いので、一歩一歩強い力でグッと踏み込むとちょっと力が逃げる感じがしますので、必ず紐は毎回しっかり締めていただいて履くことをお勧めします。はい、続きましてこちらベロシティニトロ3です。見た目はあんま分かんないですよ、正直。さっき紹介したフォーエバーランとどこが違うんだっていうぐらい見た目は同じく見えるんですけども、中身は全然違います。基本的なスペック紹介していきます。重量が 264g、厚みがですね、かかとが 34mm、つま先が 24mm のドロップ 10mm となっております。一言で言いますと、ニュートラルなオールマイティなシューズっていうところですね。分かりやすく言うと、ナイキのペガサスだとか、アディダスのアディゼロ SL あたりが、同カテゴリーのシューズになります。これですね、いい意味で普通です。本当にいい意味です。めちゃくちゃ進む感じとか、めちゃくちゃ弾む感じはないんですが、ナチュラルな履き心地。先ほど、フォーエバーランドの時も言いましたが、プーマのシューズって結構ナチュラルな履き心地っていうのがすごい多くて、自分の進みたいように進ませてくれる、そういうシューズが好きな方は一度プーマのシューズ試してみてもいいんじゃないかなと思います。でですね、話を戻しますと、こちら似た商品のアディゼロ SL とペガサス41なんですけども、クッションの柔らかさっていうところがちょうど中間です。SL よりも柔らかくて、ペガサスよりもちょっと硬いような、程よい感じですね。個人的には、どっちかっていうと SL に近いかなっていうような感触ですね。ちょっと SL って硬いじゃないですか。クッションが少し硬めでテンポのいい反発っていうところが魅力的なところかなと思うんですけども、もうちょっと柔らかかったらなとか、もうちょっとだけ押してくれる感じが欲しいなっていう方にとってはすごくいいシューズかなと思います。本当に中間真ん中王道で何でも使えるシューズが欲しいっていう方には結構おすすめのシューズとなっております。ということでおすすめの方としては、マラソンまではいかないけどちょっと走り始めてみようかなというような最初の一足だとか、本当に何でも使える、コスパが良くてあらゆる練習でも使えるシューズが欲しいという方にはおすすめの一足となっております。はい、続きましてリビエイトニトロ3です。これもですね、また見た目同じじゃんと思う方も多いかもしれませんけども、履いてみると全然違うんですよ。基本的なスペック紹介していきます。重量が 250g、かかとが 39mm、つま先が 29mm のドロップ 10mm となっております。こちらはですね、知ってる方も多いかもしれませんけども、みんなの厚底というコンセプトで最初作られたシューズで、厚底のカーボンシューズ初めましての方とか、サブ4とかサブ 3.5 のレースシューズっていうような位置づけですね。同じところで言うとナイキのズームフライ5とかアシックスのマジックスピードとかが似たような位置づけかなと思います。で、この辺りと比較をしますと珍しいのが一つあります。それはドロップが 10mm あるというところですね。結構このぐらいのカーボンシューズになってくると、厚みの差を少なくして、ドロップ少なくして、つま先とかかとを反り上げたゆりかご形状のシューズが多くなってくるんですけども、ドロップが 10mm っていうところで、よりですね、設置全体を通してサポートしてくれる感じがあります。本当にプレートシューズ初めましてっていう方にはめちゃくちゃおすすめのシューズですね。このですね、ニトロフォームも他の高反発材に比べると結構コシがある感じなんですよね。力を加えた時に奥にまだ芯がある感じかな。芯がある感じで沈みきらないですし、そんなにふにゃっていう感じもないのでめちゃくちゃ安定感もいいですし、ただですね、やっぱりドロップが 10mm っていうところがあるので、このフォアでガンガンスピードに乗るっていうところはちょっとやりづらいかなと思います。
こうフォアにした時にやっぱりかかとの厚みがちょっとどうしても邪魔になってきてしまうので、そういうフォアでガンガン攻めたいっていう方はマジックスピードとかを履いていただくのがいいのかなと思います。ということで、どちらかというと練習用のカーボンシューズを探しているという方や、フルマラソンで使いたい方にとってはヒールストライクの方ですね。ミッドからヒールストライクの方で、イーブンペースで進んでいきたいという方にはすごいおすすめのシューズとなっております。続いてリビエイトニトロエリート3を紹介していきます。こちらまず基本的なスペック紹介していきます。重量 194g、かかとの厚み 40mm、つま先の厚みが 32mm の 8mm ドロップとなっております。こちらはですね、カーボンがっつり入ってまして、先ほど紹介しましたリビエイトニトロ3をより軽く、より弾むようにしたレーシングシューズとなっております。結構今の厚底のカーボンシューズって2つに分かれると思うんですよね。ボヨンボヨンって弾む系のシューズとコロコロと転がるような2種類に分けられると思うんですけども、どちらかというとこちらリビエイトニトロエリート3は転がる系のシューズかなと思います。ベイパーフライ、アルファフライでいうと、ベイパーフライですね。メタスピード、エッジ、スカイでいうとエッジの方になるかなと思います。結構かかとの厚みを感じる作りになってまして、足当たりがすごく優しく感じます。またプレートの矯正感っていうのもそこまでないので非常に癖がなくて使いやすいです。コントロールがすごく効きやすいので、どちらかというとピッチで走るという方や、例えばレースのコースが結構勾配があるようなコースで走るよっていう時はこちらリビエイトニトロエリート3非常におすすめのシューズとなっております。はい、続きましてこちらファスト R ニトロエリート2ですね。こちら基本的なスペックを紹介していきます。まずね、重量が 240g、かかとが 40mm、つま先が 32mm、ドロップ 8mm のシューズとなっております。特徴を一言で言いますと、パワー系のカーボンシューズですね。結構ですね、こう独特な履き心地というか、かなりオリジナリティにあふれてるかなと思います。似た位置というか、同じ系統のシューズで言うとナイキのアルファフライ3とか他のシエロ X1 が近いかなと思うんですけども、これはこれでちょっと独自の位置を確立してるかなと思うシューズですね。まず気になるのがやっぱ重量ですよね。この辺のレースシューズって今 200g 切ってますからね。だいたい 190g とか、重いやつでもアディオスプロ 220g ぐらいかなと思うんですけども、 240g っていうところでかなり重量は正直重いです。ただですね、これすごい僕は好きなんですけども、コンセプトがねはっきりしてるんですよね。まずですね、これ見てください。ここまでプレートが伸びてます。ここまでですね、カーボンプレートがもうここからここはみ出すまで伸びてます。もう設置の最後の蹴り出しの最後の瞬間までカーボンプレートのガイドがすごく強くなっております。このニトロフォームもですね、その場でこうジャンプする限りだとめっちゃ跳ねるんですよ。結構反発力が強いんですけども、重量とこのプレート、はみ出しプレートのおかげで上の力も全部、こう横の斜め前ぐらいの方向に全部変えてくれるような感触です。ということでこちらおすすめの方は、エリート向けですね。サブ3とかサブ 2.5 を狙う方の、レースシューズなんですけども、どちらかというとフォームがちょっと腰が低くてぐいぐい押していくような、前傾姿勢でちょっとぐいぐい押していくような走りをする方にとってはすごくぴったりくるシューズかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。プーマのシューズを紹介していきました。全体を通して言うとナチュラルな設置感とか、そんなに余計なもの、邪魔なものがないような走り心地っていうのがプーマの全体的な特徴かなと感じました。僕は結構そういうシューズ好きなのでかなり履きやすく感じましたし、陸上部の方ですね、トレーニング用で、フォームを確かめながら練習したいっていう方にとっては結構使いやすいんじゃないかなと思いますので、今回紹介したような場面、LSD 用だったらフォーエバーラン、ちょっと早めのジョグだったらベロシティとか、用途に合わせて使っていただくと、そういうフォームも見直しながら練習しやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひそういった方はプーマお試ししてみてください。はい、ということでこの動画につきましても高評価、低評価、コメント、チャンネル登録どしどしお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。